こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画に関する動画やメイキングをお届けしています。初めましての方も、いつも見てくださっている方もゆっくりしてってくださいね。今回は水彩で花を描いてみようと思っていまして、主役はアネモネです。神話や伝説の中にも多く登場するアネモネ。ギリシャ語で風を意味するアネモスという言葉がその名前の由来なのだそうです。風に乗せて種を運ぶんですかね。品種にもよると思いますが、だいたい2月から5月にかけて開花時期を迎えます。赤、白、青、紫など様々な色がありまして、八重咲きのアネモネもあります。花びらに見える部分は実は額が変化したものなんだそうです。そしてアネモネといえば、これは私も初めて見た時驚いたのですが、光や温度に反応して閉じたり開いたりします。チューリップとかタンポポと同じような感じです。私はアネモネと聞くと赤いのをイメージするので、こちらの写真を参考に描いてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは使う画材をまとめて紹介します。まず水彩紙。今回はアバロンという紙を使います。水彩紙に関しては、どんな紙でもいいと思うのですが、特に厚さが 300g 毎平方メートルくらいのコットン 100% の紙が描きやすい、絵の具を塗りやすいんじゃないかなと思います。今回紙の大きさはサムホールです。下書きをするときに使うのは主に鉛筆とあと消しゴムなんですけれども、鉛筆はこちらステッドラーの HB を使用します。鉛筆のメーカーは何でもいいです。水彩画の下書きは鉛筆が濃すぎると紙の表面に黒い粉が残っちゃって絵の具の色が濁ってしまう原因になるので、だいたい H とか HB とか濃くても 2B ぐらいの濃さまでがいいと思います。練り消しゴムは今までバニーというところのイージークリーナーを使っていたのですが、ちょっと気分を変えて草壁の練り消しゴムを買ってみました。イージークリーナーより若干柔らかめです。硬い消しゴムよりも柔らかい練り消しゴムの方が紙の表面の毛羽立ちを防いでくれて傷みにくいのでおすすめです。下書きが終わりましたら着彩に進みます。絵の具はホルベインの透明水彩を使います。水彩絵の具もお好きなメーカーのものを使うといいと思います。アネモネの花に使う色、今回ですとこの辺りの赤ですとか緑ですね。アネモネの茎とか葉っぱって結構鮮やかな緑をしているので、明るい緑があるといいかもしれません。描いている花の色に合わせて絵の具も準備していただけたらと思います。で、筆なのですが、サムホールサイズの絵なので、あんまり大きめの筆は使いません。このぐらいの大きさですね。上からペンテルネオセーブルの14号丸筆、同じくペンテルネオセーブルの0号丸筆、ラファエルの18号のキラ筆を使います。多分一番上の14号が使用頻度高いと思うんですが、この0号は仕上げにぴったりの先の細い筆ですし、こういう平筆があるとこの角を使ってお花と背景の色の塗り分けとかがしやすいので、平筆は1本持っておくと何かと便利です。そして水を入れるためのバケツです。私は4つ仕切りのあるものを使っています。最低でも2つは仕切りがあるといいでしょう。一方は筆を洗う用の水、そしてもう一方は絵の具を薄めるための水です。この絵の具を薄めるための水は白の役割なので、なるべくきれいに保つようにしてください。そんなこと言っても筆を洗っていると色混ざってしまうので、こまめに水を取り替えるっていうのが意外と大事だったりします。そしてこちらはもうだいぶ年季が入っているんですが、使い古しのタオルです。雑巾でも何でも OK です。これを水入れの下に敷いておくと、それから水がこぼれた時もすぐにキャッチしてくれますし、水分調整もできるので1枚あるといいと思います。この雑巾かタオルはぜひ用意してください。縁の下の力持ちというか、これがあるのとないのとでは水彩画を描く快適さが違ってきますので、ティッシュを使ってもいいんですけれども、すぐ濡れて水浸しになっちゃったりするので、ある程度の大きさがある雑巾とかタオル使った方がいいと思います。じゃあティッシュいらないのかっていうと、そんなことはなくてですね、絵の具を塗っている時にちょっと失敗しちゃったなとかはみ出しちゃったなっていう時に、乾かないうちに修正したいところ、色を取り除きたいところを上からポンポンすると絵の具を吸い取ることができます。水彩絵の具の修正は絵の具が乾かないうちに行うっていうことが基本になりますので、すぐ手に取れるように近くにティッシュ1枚畳んでおいておくと安心です。